どうも、道のしぐです。元木どうもゼロだまさに。そしてですね、ここに座っていますのがやべ、緊張する。ダイブでございます。イエーイ。久しぶりの登場でございます。10年ぶりです。はい。まあこれ15周年の動画にはなってるんで、今回の、動画はですね、たまりにたまった話をしていこうと。10年だろだって。ダイブが抜けて10年。はい。この10年の話をここでしましょう。確かにやばいな。10年。やったーなのか分かんない。まあでも本当みんなにはもう迷惑かけたからそこに関しては本当すいませんでした。いや懐かしいですね。今更でしょ。もう10年だよ。変な緊張感ない会話に。確かに。まあちょっとそれも溶かすっていう意味で乾杯を先にしましょうか。なんでそんなんで。これなんかね、飲み比べセットをいただいて、一人で4個種類。そう別になんか欲張ってるわけじゃない。ちょっとずつ飲み比べるよってやつ。そうなの。美味しそう。15周年おめでとうございます。そしてお久しぶりです、ダイブ君。乾杯。ということで10年の歴史を話すと一大企画にちょっと参加していただき、よく出てくれたよ。まあその経緯というのもですね、非常にスピーディーなやり取りから生まれたものであったのでオファーを僕からしたんですよね。それも本番の2日前だったんです聞こうとは思ったの、ずっと前々から。でそれもメンバーも多分知ってると思うんだよ。だいぶいつか呼ぶか、まあそうそう。いつか呼んでみようよっていう話をしてた。そうだったのね。そういう話をしてて、でちょっといつなんだろうってなった時に、いや15周年だろうなって。で俺らもその時になんかいろいろやってこうよっていうのはもう昔から決めてたから、この15周年の期間にちょっとライブ呼んで一盛り上がり作れたらいいし、まあ連絡自体は取ってたんだけど、まあ会うってなるとさ、なんかちょっとこういろいろと覚悟もしなきゃいけないところもあるし、変な伝わり方を世の中にしたら嫌だから、ちょっとそこはいろいろ考えようよってなってて、さあどうしよう、ずっと呼びたいとは言ってた。さて今なのか、15周年よし、100分間鬼ごっこあと2日後か、今だーそれがなんか変だなと。俺もね思ったよ。遅って。まあしかも俺遅番の時にその連絡来たもんね。やばいたまたま携帯を見るタイミングがあって、で見たら久しぶりって来て「どうしたの?」って言ったら「ちょっと鬼ごっこ出てくんない?」みたいな。軽ってなって。昼休みの感覚ね。いやいいけどさーって俺も言ったんだけど。そうで、いや持ってんね、休みだわじゃあここだろっつって。社会人やってて貴重な休みだろうに。いただきましたわ。近況の話軽くしてさね、子供がもうおめでとう。結婚して。だから結婚してたっていうのはさ、噂では聞いてたけど。そう、噂ではだね。実際は聞いてなかったじゃん。めでたく授かることができおめでとう。おめでとう。ありがとうございます。もう問題起こせないもんね、そしたらね。4種のビール1個目だと思った。1個ずつ来る。お前の一撃でかすぎる。3撃来る。それ以上いいだろもう。いやでもね、良かったですよ。幸せにね、なるんだもん。これはマジで。ありがとうございます。そうなんかそのうちのグループ自体もさ、いろいろとあったグループがあるから、で15年もやってると2人のメンバーがうちから出てきてって形になってるね。でも結構話してるのは、それやっぱ全員が幸せであったらいいよねみたいな話をずっとしてて、それはもうまあペケの時もそうだし、まあいろいろとなんかやらかしてしまったけどもみたいな、それはそれとしてまあなんかこう最悪なケースが一番ね怖いわけだからさ、なんか幸せにやってくれたらいいよねみたいな話してて、10年前即座には会えなかったじゃん、正直ね。正直会えなくて、それはね、ちょっと期間を置いての多分そういう感想になってるから、10年、まあ8年くらいかわからないけど、まあ十分な時間でしょ。そうだね。俺初めて友達をブロックしたのダイブだ数年前ね。いやでもね、俺けじめだと思ってたよ。いやあれは確かにその甘えないようにっていうのはね、自分がね。いやお互い様、俺もブロックしてた。そうだよな。でもしょうがないよな、それな。だからそこまでお互いに多分その信頼関係があったからこそ、なんかもうそういう風になっちゃったのかなって。そうだね。一回ねっていうね。あと個人が適当にやっちゃうとやっぱそのグループの意向もおかしくなっちゃうから。この責任感は俺は全くみじんもその時はなかったかなって今。まあ若かったよね、やっぱり若えよね。じゃあ10年越しにブロック解除してる。
そうだね。この間を機会にってやつだね。あれからクソラインするから意外としてる。この間久しぶりに俺らの現場に来たわけじゃん。はいはいはい。変わりようみたいな。変わりよう。いやまずカメラが多い。どこ見ていいかわからん。確かに俺だってだいぶいた頃はそれこそ本当メンバーがずっとカメラを構えてメインカメラまあ1台だよね普通にすげえなってここまで来てるんだなっていうのがもう天地の差っていうかその自分がいた時とその今の、ね、そう成長してるこの姿っていうのがなんかすげえなってすごいなって思う。それはでも良かったね。そういうこと言ってもらえてっていうのはありがたいよ。まあ俺らの周りが変わったわけじゃない時代だったら俺らはどうやお前ら何も変わってねえよ。逆に勝ちだろ。どう10年前からの今この歳月はそのいたことは別にそれこそ言い方悪くすると黒歴史だとは思ってはない。そういるからね。時折思うこともあった。それは多少はあった。こんだけそのフィッシャーズがその今のまま成長してくれれば俺もそれの仕事のモチベーションになる。嬉しいなんだよね。そうお互いに頑張ろうよ。そうお前ら頑張ってるでしょ。じゃあ俺も頑張る。っていう風に思えるからだからそこに関してはなんか俺は結構最近はそういう風に見られるようになった。だから奥さんと一緒によくフィッシャーズの動画見る。メンバーからちょっとライバルみたいな感じになったのかな。いい意味でためであることは変わりないし出身地も同じだからな。そういう意味で言うとカメラどっち？こっち？でも一番は恨まれてるのが一番怖いよ。正直。そういうこともなくはないんだよ絶対。なくはないそれを通ってってことだよね。それはもう終わったことだしそうね。もうそこから日が経ってるし10年って長いよ。そう考えたらでも長いようで短かったよ。その俺の仕事がさ基本的にそのシフト制だから、基本的にもう年間働いてるわけ。まあ一緒だよねみんなと。年末来ても年末って感じしないの。仕事が入る。ゴールデンウィーク来てもゴールデンウィークって感じしない。普通に仕事だから。自分の順番が来たから。そうそのシフトだから俺ら入れんの？100分間にやっぱ出てもらったらうちのシフトに出てもらったみたいなもんだからこれ。いや俺払うよそれ。そっちのシフトにちょっと出たいわ。気にはなる。気にはなる。それはさもっと上の人たち大人たちと相談して。それは大人たち相談で30よ。俺まだ29だから。俺まだ29だわ。変わんないです。30だそれはもう。なんか久しぶりにこのめんどくさい変わんねえ体調不良になりそうだ。やばい。こういう話ができるのもまた面白さで。おもろいよな時期的にさ辞めてからの要は10年のライブの歴史があったんですよ。何年から何年までが恨みで何年から何年までその応援とかが変わってったの。むずっ。心情の変化。でもね、ここ1年ぐらいかな、フィッシャーズをもう一回なんか見たときに、あれ面白くなってんじゃんと思って。嬉しいね。見てられる。見てられる安心感がある。いや YouTube においてめっちゃ大事だから。いやー大事だ辞めた当初は、まずそのやっぱり申し訳なさと、俺このままじゃやばいと思って。なんかもう本当に心にぽっかりパンって穴が開いたの。なんかこれまでの当たり前がなくなったっちゃなくなったわけだから。まあしかもね仲いい友人数人と急に連絡も取らなくなったわけだしね。でもまあ別に俺のそのやった行いが、じゃあそれで良かったのかって言ったら絶対いいわけはないし、そうみんなに対してもなんか結構強く当たるタイプなんだけど、だけどなんかやっぱキャラじゃなくてもう本当に俺の本質なんだなと思ったの最初。それがだからそこで改めて自分で改めようと悔い改めようじゃないけど。難かったよね。当時はそのなんか動画もあったけどさ、その遊びの延長でさ、ボーダーラインとかなかったじゃん。なんか俺たちもその件を経てなんか思ったことちゃんと言い合えるようになってるまあそうだね。そうだからそれもあってまあその辞めて大学3年だったかなその時の夏過ぎぐらいだよね。10月ぐらいね。ちょっと引きずってたっていうか、なんかその後俺らも結構わーって上がってったと思う。そうまあ俺が辞めたからまあこういう方は良くないかもしれないけどガンっていう
ものがいなくなったんだなって俺は思ったの。でも逆に俺がいなくなったことによって伸びるんだって、俺いなくなってよかったのかな、そこでちょっとよくさ話してたじゃん、なんかこのさ話してたの3人で、でその時に俺は別に何も考えてなかったから、その当時はね、あんまり先に行く2人にそのなんかついていきたいっていうか、でもついていかないと置いてかれちゃうと思うし、こうついていこうとしてたけど、そこでなんかうまく考えが読み取れなくてっていうのがあったから伸びてよかったなって。やっぱね難しいのよ、むずいな。そう2人で話してることがやっぱり編集とかに携わってることだから。後ろから起きた俺はさ先頭にいるから1個ずつ習得してるように見えるんだけど、多分後ろから後でついていく人は一気に3個も4個もこいつなんかできるようになってるみたいな感覚に陥っちゃうんだと思う。で、あれキャパオーバーみたいになっちゃうとかね、これはちょっとプレッシャーになっちゃうんじゃないかなとか、それはね思う時はね当時もあったね。結構先走るじゃん。先走る。そうでも先にやんないといけないこと分かってるから、そう先にどんどん先手やっぱ仕事もそうなの、先手やっぱ打って見せていかないと、そうどんどん遅れ取っちゃって先にやっとけばよかったってなるのがまあ今もだけどね、先手取られることが大嫌いだったからね。もう本当そんな感じだったもんね。当時はもう流れも全然早かったもんな。まあ今が遅いってわけじゃないけど、毎日新しいネタと新しい流行が来るじゃん。それを我先に取るっていう。だって毎日日本高校とかやってた毎よ。日投稿ってもうなすごかったよね。やっぱおかしかったよね。なおかつ皇族というかさ、メンバーとのその見えてる世界のギャップもあるしさ、本当にまあ俺なんかは全然分かってなかったけど、当時ついていこうとしてくれてたんだけど、まあ俺もだからその時はどちらかというとまあ正直もう後ろ構ってられんって状態だった。そんな感じだったよね。もうこの職業をちゃんと確立しなきゃいけないっていう方がでかかったからね。ようやく土台のこのどの字ぐらいにそうウームさんっていうところに所属させてもらって、ようやくじゃあこっからスタートです。こっから旗揚げだみたいな。同年代でもやっぱ意識があるじゃん。YouTube やっていきますって俺が言った時に、じゃあやっていこうってタイプと、ちょっとよくわかんないなってタイプと、よくわかんないけど興味だけはあるなでこう見てくれる。多分その一番最後の卓だったんだよね。よくわかんないんだけど一旦見てみるかみたいな多分タイプだったから、まあその間だから重圧はあるだろうなっていうのはちょっと思ってたかな当時ね。いやこれ俺たち15周年だからこれやっていけるよね。だからそれこそだから本当にでっかくなったなって今は思う。そういう風に口に出すとしたらやっぱ俺のネタとしてフィッシャーズしかないのよ、話すネタとかだけど、じゃあ俺すごいんだぞって言えないの。でもさ俺はすごくないから別に。いやおもろかったけどね、これは当時から言ってたしね。そうだね、その時は面白かった。しばくぞ。だからその存在が逆に俺を変えてくれたの。逆に感謝してんの。あ、そうなんだ。そのね監督がいなくなったわけじゃない。難しい、めっちゃ難しいんだけど言葉が。確かにその別にいてほしかった世界線ももちろんあるんだけど、言い方難しいけど、そのやっぱ大悟っていう存在がでかかったの。印象だったから。まあなんかぶっちゃけその当時やっぱ2番目に喋れるみたいな。まあそうね、演者側としてね。そうそうそう。だから第2 MC みたいなね。でいなくなった時にどうにかしなかった時にやっぱそこでんだほが自分が何とかしようって思い立った、まあ、理由でもあるみたいな。あるね。だからあのことがなかったらもしかしたらフィッシャーズとか YouTube に対してちゃんと向き合ってなかったかもしれない。いやーでも本当に面白くなったと思うよ。俺もね、アホ見てて、おおこいつ本当に面白かった。でも俺なんか上から見せてでももらった当時喋れなかったからね。口を開かなかったもんね。第3者目線。大きい子が後ろにいて笑ってるってこと。ああそうです、なんかね。いややだから誰に言われいろんな人にたまに面白いねとか言ってもらえる中で一番嬉しい。本当にまあ喋れる人が消えたから本当に俺としてもやっぱ考えるわけ。さてどうするか。俺全く喋れねえからな。今もね。今もしゃべるなんかタイミングを今ねちょっと熱くなる。俺の今のなんか熱量どこ行ったんだろう。急ブレーキが話が骨折するんだよ。いいそうです。確かにでもだいぶいなくなった時のいなくなっちゃったマジで喋れない。もし喋れねえけど動画いっぱい出なきゃなって当時の俺な。俺あんま動画顔出したくなかったタイプ。そうだね。もともとね。そうカメラマン側だもん。急に不安になってる。なんか奥さんにたまたまフィッシャーズの動画をなんかそのやっぱさいたことは言わなきゃ何かあった時にそうだね、そうだね。付き合う前とかに先に話をしたの。実は絶対した方がいい。それはした方がいい。でそれを奥さんが覚えてて、でここ最近ほんと1年ぐらいでそのフィッシャーズの動画を流した時にその見てる俺が
楽しそうで笑ってる、よく笑ってる。だから多分自分の中でもわだかまりっていうものがなくなって、その自慢できる人たち。シンプルに友達だったぞっていう。そうそうそう、実はさ中学の同級生でいたんだよ。だけど俺はすごくないけど、いやみんなすげえんだよっていう話をちょっと持っていけるような感じになったっていう。これが時の解決なんだよ。そうなんだ、本当に時間だと思う。時間が解決するっていうね。本当にそう。この前の鬼ごっこで一番不安だったのは、そのどういう反応されるのかな。俺ら側からだよね。すっげえ不安だったの。でもバカほど盛り上がったけど勝手に盛り上がったもんね。俺とお前が発表してたもん。俺横で一緒にあ、そう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 。登場時の演出ね。真横でちょっと涙目だったもん。10年の時があったから。飛び上げるものあるよね。そうそう裏でもずっとその話で大丈夫かな、変なそのねメンバーとかちょっと多分いろいろあったから大丈夫だかなみたいな。なんかその俺が最後出てきてみたいな気まずいみたいになんないかなみたいな話で、いやなんないと思うよ、絶対ないよそれは。でそれ分かってるから俺もメンバーにも言わなかったし、逆に多分これ言ってたらその顔になってる時もあったかもしれない。だからそのどういう心でいたらこっちも分かんなくなっちゃう。うちのメンバー本当に隠すの下手だから演技とか無理。表情には演技とか無理だから見たら分かったもんだでしょ。そうっつって演技とか無理だから、これはもううちらしくその日のネタはみんな知らないで、いきなり合わせた方が多分みんなうわーって多分興奮するから、そっちにしよう。バディさんとかとも話してて、メンバーに言いますか、絶対言いますこれ言っちゃうと多分こっち側が準備しちゃう。ちょっと味わいたかったな。俺いけなかった。そうだね。こうやってやってたんだけど、俺ここから涙ポロってたんですよ。ああそうだね。泣きそうって俺ずっと言ってたよ。泣きそうあとやばい。緊張して右手ガッチガチだったよ。悪魔関節キリキリ言ってたよ。早く開け。ヒカキンさん、セイキンさんとかさ、有名 YouTuber いっぱいいたから。いきなりバーンって飛ばされて見たことある人たちもやっぱいるわけじゃん。そうだね。そこは視聴者目線だよ。いやおかしいやろって思いながらうわめっちゃ喜んでくれてるポロ、何この感情そんな感じで感情追いつかないだろうし。まあそうだろうね。気持ちのせい寝れないだろ。寝れたよ。寝れた。シンプルに仕事あるんで寝るでしょ。寝なかったらこいつみたいに来れなくなっちゃう。うるせえなこいつら。もう鬼ごっこがあってよかったとは思う。それよかったよ。会いたいけど会えない。ちょっと前にだから本当にちょっと会いたいなーって話になって、じゃあなんかこう居酒屋で飯食おうぜみたいな話をしたんだよね。そう飲み行こうよって飲み行こうよみたいな。そう。知るから言われた。そう俺言ったらその画角でダイブのこと知ってる人はいっぱいいるわけだから、画角内で会って蹴りつけた方が絶対いいじゃん。気持ちいいっすそっちの方が。っていうのがあって、いや俺裏で会うの絶対ちげえわと思って、でやっぱ感動は一発目欲しいなって思って、でキャプテン5のこの時にそれ言った。だからこの一番みんなが心の整理が逆につかない時、で整理しない瞬間、整理すると多分変な感じになるし、ぬるく。なんか変なになる。マジで登場すげえよかった。一番熱くてその整理もつかない時が一番感動するだろう。本当にだからリアルじゃん。それ感動がそうマジでリアル。あ、待って、なんでお前ら乃木坂46さんと一緒に M ステ出て写真撮ってんの？結構前。山本さやかさんとエペやったよね。教えてもらったよね。何やっとんねん本当に。連絡させてもらって連絡させてもらって。エペやったことなかったから、でエペうまいっていうの強いからね。本当大会に出てるってわし、知ってるよ。あ、そうですか。教えてもらえると困るな。関西弁になっちゃってる。再会すんなら思い出に残る動画がいいなと思ったのはマジで。確かにね。そもそもそこだからね。そうだからその動画を思い出に残すっていうのも俺らのスタートではあったから、まあ再会するのも思い出に残る動画の方がいいよねって、そこにしたってはあるね。残ったよ。あれ忘れねえわ。せっかくナイキのジャージとナイキのハラチもらったやつ履いてったのに。本人いねえのな。ちょっと悲しかった。本人風でいないの。そのダイブが抜ける抜けないの話の時に、俺ダイブが抜ける抜けないの会議するところ俺行かなかった。行かなかったよ。そうだね。そういなかったよ。俺はマジでそういうの嫌いだしうん嫌だって言って行かなかったし、
だからその別に俺もその活動にそのめちゃくちゃ協力的ではなかった。ではなかったねその時はね当時はね。そうそうそう。ちゃんとこうフラットに見てこの人こう思ってるみたいなの俺ナウシカ育ちだからそうなんでも五感でね五感でそう右手になっちゃうからザクホの存在はでかかったのかもね、その感じで言うと、間に入って多分彼がいなかったらもっと恨みの感情とか多かったのあったかもねそうかもいいてはいた干渉剤になってくれたんだから俺ザクホに言ったことあるのだいぶ合ってるって言って、合ったって言った時にまあ止める選択肢もあったと思う、確かにそうだね。なんだけど、あ、ここ繋がってんならいいやと思った。そこで繋がってんだったら、あ、じゃあなんかこういずれ多分時が解決するなってその時から。そのシルクロードとしての考え方っていうのが、なんとなくこう分かるから、なんとなくね、長くいるとなまあこうだろうなって、だから多分そういうふうにしてくれてんだろうなって思うようになったの。めっちゃ美味しそう。うまそうめっちゃ。俺抹茶めっちゃ好きなんだよね。そう、あれそうこれはつまんないって思った。違うの、そう成長してるちゃったよ。何の話してんの？でも今はもうあれだよね。そのだいぶ的に今やりたい仕事をちゃんと選べてるっていう。そうね、仕事今楽しいからね。ね、それ言ってたもん。よかった。あ、いい。よし、じゃあちょっと一旦ここのお店もね、閉まってしまいました。そうですね。お時間が。はい。ことことさんにお邪魔させていただきました。お疲れ様です。このお店のマスコットキャラクターことこちゃんです。次のお店を探してみましょう。はい。ね、行けるかどうかわかんないけど行きましょう。はい。ありがとうございました。じゃあ移動しました。でした。ご来店お願いございました。件名許可ありがとうございます。牡蠣もビールも生が好きさんに今来ております。すげえ気になるのがさ、もし今ここにメンバーとしていた場合どういう役割を自分でやろうと思ってた？でも昔のダホみたいに、割とコラボとかそっちの方に行ったかもしれない。街頭系。だからそこで多分こっちでタッグ組んで、でダホにこっち行って、じゃあ俺今回こっち行くわっていう感じでやってたの。外回りみたいな。今はもう強みになったかなとは思う。確かにね。いや多分外交になってただろうな。それはもう外交のどっちかというとボケ系で外交のツッコミ系になってそうな気がする。まあ体は張らないけどね。あ、そうかそっちだったか。張らない方俺はやだ。あ、そうなんだ。張らないのか。マジでやだ。痛いの嫌い。注射嫌い。10年経ったらどのくらいの、まあ言ったら喋りもそうだけど、まあ企画考えるのが苦手って言ってたけど、どのくらいまで行ってた感はある自分で。わかんない。 YouTuber としてだって俺たちシャボンディ諸島の5倍だから。そうだよ。そのシルクロード2番手だともう自分は思ってこうやって進んでいくつもりでいたんじゃない？うわーおもろいねー。そうだと思う。だからダホチンとかがこうなんだろう前出てくれてるからそういうところでやってたんじゃないかなって。ああそうね、自分でもこの立ち回りしてたかもなみたいなね。だからそこがこう花開くかどうかわかんないけど、でも俺は逆にそこでやめて社会人を経験した方が良かったなって思う。ああそこからね。そう本当にちゃんと丸まりきったライブなのかなって思う。いやでもどうだろう、俺はお前は丸まってないと思うよ。マジで話の流れをへし折る。シルク炎上しまくりじゃんだって。おそうする俺本当にヤマトよりテオ君より炎上してるからね。いやメンタル強いなって思う。そうだからメンタルが強いんじゃない、あんまり気にしてないんだけどこっち目線だよ。別にそこまでじゃねえんじゃねえのって。なんかその寄ってたかってそんなねシルクロードさんだけを叩く必要もないんじゃないいろんな意見とか正しい意見は俺は汲み取るよ。だから言い方が正しい人のコメントは俺はちゃんと自分の吸収になる。そうそらそう。コメントとして成立してるかってところ。そうそうそうだからシルク MC で主役でさ、シルク目立ちすぎムカつく。いやだってそうだろうよ。本当なんか勘に触るかもしれないんだけど目立っちゃうのよ。はい、あれてあれて。目立っちゃうのよ。悪目立つ。そうそう悪目立ちはするな。はい、ありがとうございます。丸まっちゃいけないんだけど、かといって本音の出し方間違えちゃいけない。本音を出しすぎないと、あこいつ薄いなってなって2回目呼ばれないし。それが難しいんだよね。そうそうそう白状のやつだと思われてもそうそうあるし。でも本当に思う。なんか俺多分こっちだったらやばかったんだろうなって思う。どっちがここがいた方がメンタル。メンタルもそうだし、もともとさ別に強いわけじゃないのに強がって見え張ってやってたから、だからそれが今になったらなんか俺絶対やばかったんだろうなって思う。ああそうね。しかも今なんかもうね、1個あったらもうブワーみたいな。すごいよね。いや SNS 怖いよ。元木に関してはもうむちゃくちゃかわいそうな言われ方はしてる。
知ってる？髪の毛の寄付の時。偽善しゃぶってんじゃねえよ。そういうやったみは来るよ。かわいそうだよ。いや素直で誠実の権化みたいなのがあるじゃん。そういやちょっとハードル上がるからやめてほしい。ありがとうございます。写真ですか？いやさすがに僕スクエアだしか撮れなくて。髪の毛直せ。地元なんですよ船橋。そっちで応援してんだろてめえ。ゆっくりしてください。言われんのもするわ。こっちのご勝手にするわ。ありがとうございます。いや楽しい楽しい。もうねよかったよかった。このいい10年だね。いい10年ですわ。本当に嬉しい。本当になんか形としてよかったね。確かに。時間も空いたし、その中で見つめる時間があったから今があるし。人間おもろいなと思うな。たかが10年と思う人もいるだろうし。だいぶでかいんだなーって。だって8万人から800万人ですよ。そうだね。50今いくつだっけ100泊6。はい。珍しいなお前噛むの。俺今なんて言ったよ。8泊。34567。そうそれ7泊ね。もう全部違うあっという間だったなとも思うし、いや長かったなと思う。こう考えるとね、あっという間だよね。友達としてまた会えたっていうのは俺はすごい嬉しい。だいぶフラットな目線で。そうもう本当になんか本当この子とか本当になんか最初その最後抜けるときは当たりちょっと強めだったから、そうだね。ちょっとね悲しかった。いやちなみに言うとこの子はだいぶ強い、誰にでも。運転手さん。本当もシーガーサラダとリンゴ酒とロックとやばい。青春の梅酒のお湯割り。後半に青春の梅酒頼むのやめてくんね。隠し玉ツーシーム。やばいもう勝てないよ。無理だ。素晴らしい。勝てないよ。よく落としたわ。今のはいいぞ。やばい。こんなことやる子じゃなかったのに。やばい。いい球投げたね今ね。参考にするわ。決め玉だったよ。今決め玉だね。危ねまあ5年間いたわけですからね。3分の1って結構でかいよ。そんなでも俺は大して何もやってないから、毎日投稿してたのはシルクさんですし。なその顔。まあ言ったら30年生きてなお思ったのが、昔の友達とバカやってお酒飲んで普通に笑い飛ばしたいよなっていう夢ってめっちゃむずいんだなとは思った。確かに。簡単じゃない。思い描くけどね。多分みんなが思うじゃんそれ。当たり前にできると思ってるじゃん多分学生の方とか。だし大人になって多分むずいんだなと思う方も多分いると思うんだけど、やっぱ思ったもんね。何もなしにそれは無理だなって。なんかいろいろと紆余曲折あって結局みんなで集合して飲んだりとか喋るっていうのがいいんだなっていうのは今日思ったね。なんか薄っぺらい状態で飲んでも多分この回は生まれないわけじゃない。昔なんか元木がグループやめようと思ってた時もあったし、ザカがこっちに本当に来るのかとか、俺は YouTube やってくねえよみたいな時期もあったしさ。でダーマが一般職についてるまんまでこっちにさあどうやって介入しますみたいな話とかもあったし、で仕事辞めてこっちに本業でやりますっていう覚悟の時もあったし、マサイ自体も映像の方で本気でやりたいんだって、いや YouTube どうかなみたいな時期で俺とドンパした時もあって、いろいろと含めての15周年って考えたらまあいい飲み会だなと思うねこれね。多分お前が勝手に突っ走ったからな。まあ突っ走ったね勝手にね。すごい。でもそこまで突っ走れるの俺すごいと思うけど。なんか突っ走ったけど、メンバーをいい意味で置いていかなかった。だからこそ成り立った。だから店員、そうだリーダーにして正解ないよ。動いてくれるから、そこに関しては本当にいいと思う。上に立つ人が動くっていうのが本当に大切なことだと俺は思う。すごいいいグループだなとも思うし、だけどその友達っていうそうだね、その環境があるからねどうなのかっていう、友達同士でそうだね仕事をする、それって結構難しい話だと思う。難しいね。多分他の人たちには味わえない15年間は味わったなとは思うわ。今のグループもそうだし、それを成長させた、ペケもそうだし、ダイブもそうだし、もっといたやん。俺ら10人ぐらいいたからそうだねっていうのも含めて全て意味のある歴史だったんだなっていうのはちょっと今日喋ってて思ったね。何も無駄がなかったな。15周年経って慢心しちゃいけねえなっていうのはやっぱ思ったな。再確認すると
再確認する場所ではあったね。常に思ってはいるじゃんうん。ね原点回帰っていう原点会議だね。うん。っていうのを思い出させてくれてありがとうございました。ありがとう行動ということで、10年の、まあ本当に綺麗事抜きでいろんな障害があったわ。ちょっと今はどうなんだろう。まあ時には恨んだ時もあったかもしれない。ああライブが必要だったなと思う時もあったと思う。それはまあペケの時もそうや。紡いで今ここにいるっていうのはまあそんなグループはいないと思うんで、まあぜひねこの最も厚みのあるグループ YouTuber を皆さんには見届けていただきたいなとは思います。そしてまあ俺らフィッシャーズもそうだけど、まあライブに関してはもう個人として今ねちゃんと仕事をして社会人として頑張っているので応援のほどよろしくお願いします。本当になんかこのフィッシャーズという歴史を愛してもらえたらなと思いますので、はい、100分間鬼ごっこのスペシャルモンスターでございました。ということでチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ということでそれではせーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セカンダリーゲームチャンネル X インスタグラム他にもまだまだいろいろあります。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。せーの、アデュー。